こんにちは、東京ベジライフです。今回は私が日本でベジタリアン生活を送ってきて、健康面での変化、食生活のこと、お金のこと、またベジタリアン生活を長く続ける上で私が思うことなどを、ここ半年ぐらいでできるようになった、または上達したヨガのポーズの映像とともにお伝えできればなと思います。私は段階的にベジタリアンになろうとしていまして、2017年7月なので1年ちょっと前から家ではお肉お魚を食べないけれど卵乳製品は食べる、外ではお肉もお魚も食べるというゆるいベジタリアンになりました。2018年1月9ヶ月前からは家では完全にビーガンというのは卵乳製品を含めて動物性食品を全く食べないことですね。で、外ではなるべくビーガン、避けられない時はお魚、卵、乳製品は食べるというゆるいビーガンになりました。まず健康面での変化なのですが、巷ではビーガン、ベジタリアンはマジ健康に悪い、疲れやすくなって貧血気味になるとか、肌がボロボロになって髪の毛が抜けるとかいろいろ言われています。一方でベジタリアンになったら体が軽くなったとか、風邪をひかなくなったという話もあります。私はというと、もともと中肉中背というか平均的な身長と体重でした。体は強い方で風邪は何年に1回ひくかという程度でした。なのでゆるビーガン生活9ヶ月間で健康になったかというより健康を維持できているかというところですが、結論としては維持できています。疲れやすくなったとか貧血気味になったというのは全くないです。あと私の場合2016年6月くらいなので2年ちょっと前からほぼ毎日ヨガの練習をしています。今年2018年3月なので7ヶ月前からは特に運動量の多いアシュタンガヨガをやっていて、ほぼ毎朝1時間半みっちり練習して汗をかいていますので、そのおかげで体重は年初に比べて 3,4 キロ減って筋力はかなり増えていると思います。それがアシュタンガヨガだけのせいなのか食生活もあるのかちょっとわからないのですが、一つ言えるのはそういったハードな運動を毎日して筋力をつけるのにベジタリアンの食事で私は全く問題なく過ごせているということです。ゆるビーガンになってからの健康面での変化は、それ以外に慢性的に悩まされていた便秘が改善されたのと、汗があまりに負わなくなりましたね。じゃあビーガンになれば不健康になるというのは嘘かと言われてしまうかと思いますけれども、そんな単純な話でもないと思っていて、食生活は基本的にお肉を食べる食べないにかかわらずかなり気をつけないと健康にはなれないし、健康を維持することは難しいと思っています。私の場合、単純に今までの食生活からお肉お魚をマイナスしたということではなく、バランスの取れた内容になるようにかなり気をつけています。具体的には朝昼夜毎食必ず豆類のタンパク質を摂っていて、単に野菜を食べるのではなく生の野菜、海藻、ネバネバ食品、キノコ、発酵食品、ナッツなどを1日の中で1回は食べるようにしています。サプリなどは全く摂っていなく、ビーガン食品を含めて加工食品はほとんど食べないです。あとはビーガンとは直接関係ないのですが、精製食品、白食品ですね、もうなるべく摂らないようにしています。なのでご飯は白米ではなく玄米が基本ですし、白い砂糖は家に置いていなく、料理には玄米麹で使った甘酒を使用しています。ゆるビーガンになって明らかに変わったのが外食の頻度です。家で作って食べた方が好きなものをバランスよくたくさん食べられるので、外であまり食事がしたくなくなったのが理由ですね。ただ作るのが面倒な時もあるので外食はしますが、ビーガンレストランなどは基本的にちょっと高くて量が少ないのでリサーチ以外はほとんど行かないです。普通のレストランでもトッピングの肉を抜いてくださいとか、炒め物のお肉を抜いてくださいとか、一緒に煮込んであるものとかは難しいですけれども、意外と対応してくれる場合が多いです。お任せ料理のお店でも事前に電話でお肉を食べられないことを説明すれば大体の場合が対応してくれます。よくビーガン生活はお金がかかると言われていますが、確かにビーガンレストランとかに行く頻度が高いとお金がかかるかもしれません。あと野菜の消費量はかなり増えるので、有機野菜にこだわったりするとお金がかかるかもしれませんね。その他は市販のビーガン用の加工食品とかは安くないので、私はテンペでもおからこんにゃくでも家で作ってしまいます。
なのでゆるビーガンになって食費がかさむようになったという感覚は特にはないです。こう話してくるとビーガンになるのは大変そうだなと思われてしまうかもしれませんが、ベジタリアン生活を長く続ける一番の秘訣は楽しむことかなと思います。今まで作ってきた料理をどうアレンジしたら美味しくビーガンでできるかとか、料理が好きではない方も簡単にできる野菜料理はたくさんありますし、シンプルなサラダでも食材にこだわって作ってみるとか、いろいろ楽しんでみたらいいと思います。お肉を抜くとだんだん野菜の本来の美味しさが分かるようになってきて、新鮮な野菜であれば生のままや少し蒸して塩麹をつけただけでこんなに美味しいんだって思うようになりますよ。外食中心の方であればどのレストランはベジタリアン対応してくれるかとか、コンビニでどの食品はベジタリアンかとか、食べ物自体に興味を持ってチャレンジ感覚でやると面白いですよ。あとは日本でベジタリアン生活を送るという意味では、やはり日本は欧米と違って一般的にベジタリアンの理解があまりないですし、いいイメージを持ってない人も多いです。ストイックにビーガンだとお付き合いの席で場の雰囲気を悪くしてしまったり、外食で本当に食べられるものが生野菜だけとかいうこともあると思います。なのでもちろんいつでもどこでもビーガンでいられればベストではあるのですが、無理をしない、置かれた状況で自分のできることをするというのでいいんじゃないかなと私は思っています。最後に個人的にベジタリアン生活を続けられている大きな理由は家族の理解とサポートかと思っています。去年引っ越しをきっかけに家ではベジタリアンにしようと思うと旦那さんに話した時に、正直どういう反応になるかわからなかったのですが、健康でいられれば全然いいよという答えで、旦那さんは外ではお肉も食べているようですけれども、家では一緒にビーガンをしています。私の場合2人分別々に食事を作るのがめんどくさいというのもありますが、お肉は食べるのはもちろん調理もしたくないと思っていたのでとても助かりました。もともとお肉大好き家族に生まれ育ったので、親にもどういう反応されるか心配していましたが、最初こそめんどくさそうにしていましたが、今は私も一緒に食べられるレストランを探すのを新しいチャレンジとして楽しんでいる気がします。日本ではベジタリアン、ビーガンに対する理解があまりなく、いいイメージを持っていない人もたくさんいますが、身近なところで理解者サポーターを確保するのは重要だと思います。これからもこのチャンネルでベジタリアン、ビーガンライフについて日本人よ議員の目線からいろいろ配信していければなと思っていますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。では、See you next time!